盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは初心者がぶつかる、盆栽の初心者がぶつかる壁3つという題材でやっていこうと思います。盆栽いろいろ難しいことあるんですけども、まず初心者が一番最初にぶつかる壁はこの辺じゃないかなというのを3つまとめてみました。はい、では早速どんなものかと言いますと、もういっぺんに全部書いてるんですが、ずらっと言っていきます。参考書やネットの情報にピンとこない、はい、また後で順を追って説明しますけど、あとは作業をやりすぎてしまう、で木の状態を把握できない、この辺が初心者さんが最初にぶつかってお困りになるあたりじゃないかなと思います。まずこの一番最初の参考書やネットの情報でピンとこないというあたりからお話ししていこうかなと思うんですけども、まず盆栽をね、初めて買うとか初めて興味持った人なんかが、じゃあまず例えば一つ買いましたとなった場合に、やっぱり最初どうしたらいいんかなっていうんで全然わからないんで、買った先の盆栽園さんに教えてもらいながら買うとかだったらまだいいんですけど、例えば最近なんかもうネットで盆栽がねたくさん売られてるんで、ネットでもう簡単に買えちゃいますわね。それを買って家について手元にあってどうしたらいいかって多分かなり悩まれると思うんです。まず今日からどうしたらいいんだみたいな。でそういうとこで参考書とかね、ネットなんかの情報ありますけど、それまた盆栽もね奥が深いんで情報がすごい多いんですね。だからそこでどっからまずどれから見たらええんかって、もそこの見てええものを選ぶ段階でもうすごい大変やと思うんで、もうこれねそれで分からなくて、もうその日の例えば暑い時期だったらもう水やりでまず失敗して枯れるみたいな、多分1日2日水やり失敗したら大概夏ね結構危ないんでね、そうなっちゃう場合もあるんで、こういうあたりお困りごとじゃないかなと。これの解決策で言ったら、自分で言うもあれなんですけど、このね皆さん今見てる盆栽からさない塾のこの動画をしっかり隅々まで見ていただいたら、参考書よりちょっと分かりやすいんじゃないかなと、自負しておりますんで、よかったらこの動画見た後にもう一回最初から見直すみたいなこともしてもらったらなと思います。はい、であと作業やりすぎてしまうと。でこれ作業やりすぎてしまうというのはもともと僕これしっかりそうやと思ってなかったんですけども、おかげさまで YouTube やってるといろんな方と交流できる機会が増えまして、いろいろ聞いてましたら、やっぱ盆栽手元に購入してね届いて、でそこそこ知識もあったらね知識がある人、ついてきた人みたいな感じだと、やっぱその知識それをね盆栽にね実践してみたくなるんですよね。それでも例えばこういう黒松なんかでもこうやって手元置いてますけども、案外ね年間の作業ってねせいぜい3つ4つぐらいしかないんですよ。それも時期が決まってるというか、この時期じゃないとダメとかね、この時期はやったらダメですよとかいろいろあるんです。でももう届いたらね、もう時期構わずもうしたいと思ったらしちゃう人がちらほらおられるなと。でお話聞いてたら「あ、その作業今したんですか?」みたいな、僕もびっくりする時あるんですけど、そのまま大丈夫だったりとか、やっぱりその時期ダメだったんですねみたいな、そんな結果もちらほら聞くんで、作業やりすぎず、盆栽生き物なんで、日本なんかで言ったら季節がね春夏秋冬4つあるようなとこなんで、もうそれワンセット、もう1年ワンセットで構えてください。もうなんだろうな、考えるとしたらもう1年単位というかね、そんな感じですぐやりすぎてしまう人はもうやりたいがもう先走っちゃって、もう季節問わずもうすぐ何回か作業やっちゃって触りすぎて痛めるみたいなどうもあるみたいなんで、この辺初心者さんもうすごい初心者さんじゃないかもしれないですけど、最初ねちょっともしかしたら結構皆さん落ちるとこじゃないかなと思います。気をつけてください。作業のやりすぎはちょっと危ないケースがあるということで。はい、で3番目、木の状態を把握できない。これちょっとこれホワイトボード置きますけども、これ
今例に挙げるために木を2本用意したんですけど、まずこっちの木ちょっと葉っぱ黄色いんですね。これなんで黄色いかって言われたら、僕なら今原因が分かったのでこうですよって言えるんですけど、例えばこれを初心者の方がなんでこの葉っぱが黄色いのかと、でなんでこういう状態なんかと思った時多分なかなか分からないと思うんですね。で植え替えもこの砂の感じでいくと、これいつ植え替えたか僕分かってるんですけど、植え替えて1年ぐらいしか経ってないんです。でちょいちょい聞くのは、上の状態が悪くなったら大概根も悪いからもうすぐ植え替えっていう思う方が結構おられます。でもこれの状態の悪いのは単に、水のやりすぎなんです。だから水をあんまりこれからはちょっと他の子に比べてやりすぎないようなそういう注意をすればだんだん治っていくと。でも水のやりすぎで葉っぱが黄色いのは次の新芽がまた出てきて、それを肥料とかなんかで緑色にしていかないと今ついてる葉っぱはもう緑には戻らないんですね。そういうのも経験があれば分かるんですけども、結構そういうのが分からない人はもうなんか悪いからもう肥料かな水かな植え替えかなってね、結構単純なあたりに行っちゃうんですけど、特に水とか肥料ぐらいだったらまだええんですけどね、植え替えにすぐ行かれるとちょっと危ないです。はい、で例の2つ目でこっちで言うと、これもちょっと葉が黄色いんですね。肥料もやってたけど葉が黄色い。でこれに関しては木の大きさに対しても明らかにもう鉢が小さすぎます。これで根も見たらもうびっしり詰まってます。根の伸びる要素がこの中にもないですね。でもう次植え替えるんだとちょっと一回りかぐらい大きい鉢の方がこの子にはちょうどいいと思います。そういう植え替え、そうですね、一回り大きい鉢に植え替えたらこの子はもっときれいに良くなっていくと思います。こういう子は植え替えなんですよ。でも全てが植え替えじゃないっていう、そんなんもありで、木の状態を把握できてなくて適切な処置をできないからさらに状態が悪くなると。当てずっぽでいってうまいことはまればね、うまく回復する時もあるんでしょうけど、まずはどういう状態なんかっていうのがわからない。でこれが、木の状態がじゃあどうやったら把握できるようになるんだっていうと、僕が今把握できてるその要因としましては、20何年間僕もやってるんですけども、こういうのがどう治っていくかっていう様もいっぱいうち今何百本何千本とあるんで、そういうすごい本数の中での、サンプルが多いんでね、経験ができるというのと、僕もこっちでないかっていうんで当てが外れて枯れるみたいな経験もあったから、今しっかりこれはこうですよと断言ができるようになったというんで、こればっかりはもう初心者のうちはちょっと難しくて、ある程度本数とね年数がいることかなと、なかなか解決が難しいお話にはなるんですけど、そんな感じで、3つね今日、参考書とかネットの情報がピンとこないと、作業のやりすぎ、木の状態が把握できないという、この辺用意しました。逆に言えばこの辺を気をつけてもらったら初心者から中級者にレベルアップしていけるんでないかなと思います。以上今日はこれぐらいな感じで。盆栽からさない塾高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。